こんにちは、ハンカです。今日はピークデザインのエブリデイスリング10リットルバージョン1とバージョン2を比較していきます。この動画では2つのカメラバッグを実際に使ってみて違いを感じたポイントを9個とバージョン2を使ってみて少し気になったポイントを2個お伝えしたいと思います。現在バージョン1を使っていてバージョン2へ買い替えを検討している方に参考にしてもらえればと思います。まず1点目の違いは外観についてです。大きさですが公式ページに掲載されたサイズを見るとバージョン2はバージョン1よりも横幅が 20mm 高さが 10mm ほど大きくなっています。重さに関しては公式ページによればどちらも 680g ですが実測ではバージョン1が 692g バージョン2が 647g でした。いかがでしょうか。デザインの方はだいぶ大きく変わっていると思いますが、正直私はバージョン1のデザインの方が好きです。個人的な意見ですが、バージョン1は個性的で存在感のあるデザインに感じました。対してバージョン2を初めて見た時の率直な感想は、少しインパクトに欠ける普通のバッグという印象を持ちました。バージョン2はエブリデイスリング5リットルのバージョン1をそのまま大きくしたような外観で、形はどちらかというとメッセンジャーバッグに近づいたような感じがします。あとはバージョン1のチャコールカラーも個人的にはとても気に入っていたので、バージョン2で選択できないようになってしまったのはとても残念です。ただ実際にバージョン2を使ってみると、今回の外観の変化はカメラバッグとしての機能をより高めるために必要な更新であったことがよくわかります。またビジネスバッグのようなイメージに近づいたこともあって、通勤などで使うときはバージョン2の方が持ち出しやすいように感じました。2つ目の違いは止水ファスナーについてです。まずバージョン2はデュアルファスナーになっているので、左右どちらからでも開閉ができます。使用状況や利き手の違いなどによって開閉方向を選べるのは便利です。それ以上に変化を感じたのが止水ファスナーの動きの滑らかさについてです。バージョン2のファスナーは軽い力でも簡単に動くので、ある程度機材を入れてバッグが重たい状態であれば片手だけでも簡単に開閉することができます。止水ファスナーは浸水を防ぐという性質上、どうしても普通のファスナーに比べると動きが硬くなってしまいます。実際にバージョン1のファスナーもそこそこ硬かったので、開閉時は片手でバッグを押さえながらもう片方の手でファスナーを開閉していました。試しに先ほどと同じ機材をバージョン1の方に入れて片手での開閉を試してみましたが、やはりファスナーの動きの差はかなり違いがあり、バージョン2と同じように片手での開閉というのは難しいと感じました。この片手でもというのは状況によっては作業効率が2倍になるので、かなり大きな進化です。公式ページには止水ファスナーは耐久性が向上したと書いてあるだけですが、明らかに動きも滑らかだと感じました。バッグの形状の変化もファスナーの操作性の改善に影響を与えていると思います。バージョン1は横方向に開閉するのに対してバージョン2は縦方向に開閉するので、機材の重さに拮抗するような形になって片手でもスムーズな開閉ができるのだと思います。続いて3つ目の違いは接続バックルについてです。バッグとショルダーストラップを接続するバックルが V2 は折り返しが多くなって滑りにくくなっています。バージョン1のバックルは折り返しが1回しかないので、少しバックルの角度を変えると簡単に緩めることができます。
今までバージョン1を使っていて、ある程度重い機材を入れていると少しずつバックルが緩んでしまうことがありました。今までベルトが完全に外れてしまうことはありませんでしたが、カメラなどの精密機械を入れるバッグなので少し不安ですし、定期的に緩みを確認する必要がありました。エブリデイスリング5リットルのバージョン1のバックルも折り返しが1回なので緩むことがありましたが、5リットルの方にはバックルに取り付けるロックキットが同梱されていたので、それを使えばベルトが緩むようなことはありませんでした。10リットルバージョン1にはこのロックキットがなかったので、定期的に緩みを修正する必要がありましたが、バージョン2の新しいバックルは折り返しが1段増えたことで緩む心配は少なそうなので、安心して機材を持ち運ぶことができます。続いて4つ目の違いはメイン収納のサイズです。まず奥行き内寸に関してですが、バージョン1の奥行きは公式ページには 60mm と記載されているんですが、確実に 60mm 以上あるので、これは誤表記かと思われます。ピークデザインの国内代理店である銀一の方には 127mm というふうに記載されてあって、こちらの方が実測値に近い数値かと思われます。バージョン2の奥行き内寸に関しては公式ページに 102mm と掲載されています。なので数値的にはバージョン1の方が奥行きに関しては 25mm 大きいことになります。手持ちの機材では EOS RP に L ブラケットをつけた状態が約 100mm の高さになるのですが、これを実際に収納してみるとバージョン1の方はかなり余裕があります。バージョン2の方はちょうどぴったりといった印象です。もう少し大きい一眼レフなどの高さのあるカメラになると少しバージョン2は窮屈に感じるかもしれません。続いて横幅内寸の比較です。先ほどと同じく EOS RP に RF24105mm をつけた状態で全長約 195mm となる機材を横方向に収納してみます。10リットルのテーブは横幅が狭くなっているのですが、それでも余裕を持って収まります。続いてバージョン2の方に同じように横方向に収納してみます。こちらもかなり余裕があるように見えます。先ほどのバージョン1と比べてみても数値上は内寸は1センチの違いですが、実際はもう少し差があるように感じます。バージョン1とバージョン2のバッグの形状を比較してみると、バージョン1は形が逆台形になっているのに対してバージョン2は四角形に近い形になっています。このためテーブの横幅に大きな違いができているのだと思います。収納する機材の形にもよりますが、横方向の収納力に関しては V2 の方が有利に感じます。続いて高さ内寸の違いですが、高さに関しては V2 が 40mm ほど大きくなっています。先ほどと同じく全長約 195mm の機材を収納してみると V1 は1センチ程度の余裕ですが、 V2 に関しては5センチ程度余裕があるように見えます。ただこれに関しては前回の動画でも触れましたが、バージョン2は上部の開口部付近がかなり狭くなっているので、無理なく収まる高さに関してはバージョン1と同じくだいたい 210mm くらいまでがちょうどいいと感じました。続いて5つ目の違いは先ほどのバッグの形状の変化による使い勝手の違いになりますが、バージョン2はバージョン1に比べてテーブがフラットに近づいたことで地面や床、机の上に立てておくことができます。バージョン1を同じように床やテーブルの上に立てておこうとするとテーブが斜めになっているのでどうしても転んでしまいます。そのためバッグの背面を下にしてテーブルの上や床の上に置くようにしていました。もちろんバージョン2も完全に安定しているわけではありませんが、カメラやレンズを入れた状態でもしっかりと立っていてくれるので、ちょっとした作業の時などに床や地面に立てておけるのは地味に嬉しい変更点です。
続いて6個目の違いはポケット収納についてです。バージョン1とバージョン2の開口部裏の小物収納には、ポケット収納がついていますが、バージョン1は4個のポケットのうち両サイドのポケットが大きくなっているのに対して、バージョン2の方は4個とも同じサイズのポケットがついています。何を入れるかにもよると思いますが、私はバージョン1の大きなポケットにちょうど収まるものがあまりなかったので、バージョン2の4個のポケットの方が予備バッテリーの収まりが良くて使い勝手がいいです。また前回の同化の時は気づかなかったのですが、バージョン2の4個のポケットの両サイドには小さなポケットが隠れていました。これはポケットサイズを均等にするためにできたスペースなのかもしれませんが、小さな SD カードケースくらいであればギリギリ収まりそうです。続いて7個目の違いは PC タブレット収納についてです。 PC タブレット収納に関しては2つの変更があります。まず、収納部入り口のロックがバージョン1はベルクロだったのに対してバージョン2はマグネットに変更されています。個人的にはこの収納部の入り口を固定する必要性はあまり感じないのですが、ベルクロがなくなったことでバージョン2の方が見た目がすっきりしたように感じます。もう一つの違いが収納部分のサイズになります。公式ページに掲載された収納内数を見ると、バージョン2の方が少しだけ小さくなっています。ただバージョン2は収納部分の上のスペースがバージョン1よりも広くなっているので、上にはみ出した状態であれば高さに関しては数センチのゆとりがあります。この数センチの違いによってバージョン1では収まらなかった A4 ファイルがバージョン2ではギリギリ収まります。バージョン1の方に同じように A4 ベースの資料を収めようとすると、どうしても高さの方がはみ出してしまうので、ギリギリ収まりません。使用頻度の多い A4 サイズが収まることで、日常使いのカバンとしての使い勝手も良くなります。ただ機材を詰め込んだ状態だとスペースが圧迫されるので、厚みのないものに限定されます。続いて8個目の違いは前面収納になります。まずバージョン1の前面収納に関してですが、バージョン1の前面収納はファスナーを開けると中に小さなポケットで仕切りがありました。さらに前面の2本のベルトを緩めることで収納部分を拡張することもできます。続いてバージョン2の前面収納に関しては、拡張できる仕組みはなくなり、バッグ前面全体が、薄い収納になっています。収納力に関してはバージョン1の方がありましたが、バージョン1の収納は拡張すると少し見た目が残念になるので、私はバージョン2の前面収納の方がデザイン的にはすっきりとしていて好きです。続いて9個目の違いは外部収納についてです。バージョン1ではバッグに固定されたストラップを使って三脚などを取り付けることができました。バージョン2の外部収納は取り外し式のキャリーストラップを使用します。バッグの両サイドと底面に合計6箇所のキャリーストラップのフックを固定する場所があります。ストラップのフックには返しがついているので、かっちりと固定されて外れる心配は少なそうです。続いてバージョン2を使ってみて気になったことです。まだバージョン2の使用期間は短いのですが、実際に使ってみて個人的に少し気になったところが2点あります。まず1つ目は機材の出し入れに関してです。バージョン2のメイン収納の開口部には返しがあるのですが、機材の出し入れの時にこの返しが少し引っかかることがあります。機材を斜めにして出し入れすれば引っかからないので慣れの問題かもしれませんが、
出し入れに関してはバージョン1の時の方がスムーズだったように感じました。バージョン1の方は返しがないので機材の引っかかりもなくスムーズに出し入れすることができます。バッグの奥行き内寸も多少違うのでその辺のゆとりも影響しているのかもしれません。続いて2点目は今回のリニューアルで導入されたキャリーストラップについてです。ストラップの調整機能や固定力はバージョン1よりも改善されていますが着脱に手間がかかるので個人的にはあまり使わなくなってしまうような予感がします。三脚を携帯するために使うケースが多くなると思いますができればピークデザインのキャプチャーのようにカチャッとワンタッチで着脱できるようになるといいですね。三脚に関してはこの夏にピークデザインから携帯性の高いトラベル三脚が発表されていますのでスリングバッグの方でも何か画期的なキャリー方法が発案されれば両製品の魅力がさらに高まるのではないかと感じています。私もキックスターターの方を利用して三脚の方を発注していますので今月か来月あたりには手元に届くと思います。次回になるかは分かりませんがまた届いたら動画の方で紹介していきたいと思います。エブリデイスリング10リットルバージョン2はカメラバッグとしての使い勝手は確実に良くなっているのでバージョン1から買い替える価値は十分にあると思います。個人的には止水ファスナーの進化とあとは安全設計のバックルがかなり大きなポイントです。ただデザイン的には好みが分かれるところだと思いますし私はバージョン1の個性的な形や色もとても好きなので服装や気分などによって使い分けたりしながら両方のバッグを使っていきたいと思います。以上ピークデザインのエブリデイスリング10リットルのバージョン1とバージョン2の違いについてでした。ご視聴ありがとうございました。